はい、どうもこんにちは、ゆうでございます。さあ、本日はですね、ずっと気になっていたアイテムをついにゲットしたので紹介していきたいと思います。それがこちら、DJI RC Pro、型番は RM510 になります。ドローンに詳しい方であれば、今更 RC Pro 買ったのって思う方もいると思うんですけども、こちらの製品は新製品ではなくて、2022年に発売されたプロポになるんですけども、実は今でも現役バリバリで使えるめちゃくちゃ優秀なプロポになっているんですね。しかも最近は中古市場とかで価格が結構落ちてきてまして、コスパ的にもめちゃくちゃ美味しいタイミングになってきてます。僕はですね、普段岩手県の宮古市というところでドローンによる空撮を仕事としてやっていて、メインの機体は DJI Mavic 3 Classic を主に使っています。これまではDJI RC-N1 に Google Pixel を取り付けてフライトしていました。で、今回ですね、思い切って RC Pro に切り替えてみたので、その経緯とか実際の使い心地、仕事での使い勝手も含めてがっつりレビューしていきます。あとドローンって法律周りが結構ややこしいんですよね。知っておかないと結構やばいことがたくさんあります。その辺もしっかり解説していきますので、ドローンを始めたい人にも参考になるかなと思います。ぜひ最後まで見ていってください。それでは行きましょう。はい、ではまず最初になぜ今更こちらの RC Pro を購入したのかというところからお話をしていきます。正直に言うと最初は DJI RC Pro 2とかもう少し新しいプロポも候補に入れていたんですよね。でも RC Pro 2って Mavic 3 Classic には対応していないんですよね。これ結構重要な部分で、 RC Pro 2は伝送システム O4 に対応した新しい機体のコントローラー向けで、 Mavic 3 Classic は O3 プラスなんですよね。 Mavic 3 Classic を RC Pro 2で操縦しようとしてもそもそも機体との接続ができない。じゃあ RC Pro が正解かっていうと、そういうことです。 RC Pro は O3 プラス対応で Mavic 3 Classic、Mavic 3、Mavic 3 Cine、Mavic Air 2S と幅広く対応しています。まさに僕の機材にドンピシャのプロポ送信機というわけです。で、ついでに価格の話もしておくと、 RC Pro って発売当初は定価がほぼ10万円くらいするめちゃくちゃ高いプロ向けのコントローラーだったんですよね。でも今は中古市場で状態のいいものが2万円から4万円前後で手に入るようになってきておりまして、正直かなりコスパがいい状況になってきてます。はい、では実際に外観を見ていきましょう。重さは約 680g です。最初に持った感想はちょっと重いなっていう風な感じでした。RC-N1 と Google Pixel の組み合わせってだいたい合計が 500〜600g くらいなんですけど、 RC Pro はそれよりも少し重いです。この重さの代わりに何を得るのかっていう話にはなってくるんですけど、どんなメリットがあるのかっていうのは後ほど詳しくお話ししていきます。 RC Pro の本体ディスプレイは 5.5 インチ 1920×1080 のフル HD 液晶になっています。画面輝度は最大で1000ニットまで上がるんですよね。これ何がすごいかっていうと、晴れた屋外でも画面がちゃんと見えます。実際にスマートフォンで屋外に出て太陽光の下でスマホの画面を見るとほぼ何も見えないっていうことよくありますよね。 RC Pro はそれがめちゃくちゃ解消されてます。仕事でドローンを飛ばす立場からするとこれはもう必須レベルの機能なんですよね。はい、では RC-N1 に Google Pixel を取り付けて飛ばしていた頃のお話をしていきます。一番しんどかったのが毎回セットアップが必要ということでした。現場についてスマホの DJI フライアプリを立ち上げて機体の電源を入れてっていうのが結構時間がかかるんですよね。仕事でドローンを飛ばす場合って天候とかタイミングが結構シビアに限られていることが多いんですよね。日の出直後の短い時間しかチャンスがないとか、雲が抜けた瞬間だけとか、そういうタイミングでセットアップに手間取っていたら撮影の機会を逃してしまう。あと
忘れちゃいけないのが電話がかかってくる問題です。フライト中にスマートフォンに電話がかかってくると DJI フライアプリが切断されてしまうかもしれないし、最悪の場合ドローンの操縦に支障が出ることもあります。フライト中に電話に出ることができないのも困るし、かといって機体の制御をしちゃったらマジで大変なことになります。ドローンを仕事で使っている身としてはこれは結構深刻な問題でした。あとは画面ディスプレイの問題です。 Google Pixel はめちゃくちゃいいスマートフォンなんですけど、夏の晴れた日に屋外で空撮をしようとすると画面が日差しでほぼ見えない。機体の映像をちゃんと確認できないまま飛ばすのは安全面でも映像品質的にも問題がありますよね。そこをどうにかして解決したかったっていうのが僕の個人的なお話です。 RC プロに変えて解決したことはこんな感じ。 RC プロに変えてからはまず電源を入れたらそのままリンクする快適さがマジで最高です。もうすでにペアリング済みの機体であればプロポとドローンの機体 Mavic3 クラシックの電源を入れるだけで自動接続します。あと地味に嬉しいのがアンテナですね。2トランスミッター4レシーバーの4本構成になったということで電波の安定性が格段に上がりました。以前僕が使っていた RCN1 は1トランスミッター2レシーバーなので理論上の伝送距離は一緒でも電波干渉への耐性が全然違います。電波が飛び交う環境や建物の多いエリアでも安定して映像を受信できるようになりました。こちらのスティックもデュアルスプリング式になっていて操作感が結構変わりました。 RCN1 のスティックもそれほど悪くはないんですけど RC プロは DJI FPV ドローンと同じスティックを採用していてセンタリングの精度と微調整のしやすさがマジで全然違います。実際にドローンで映像を撮影した時のカメラワーク、滑らかな動きの出しやすさに結構差を感じました。では実際に RCN1 から RC プロへの切り替えと機体とのペアリング方法を説明していきます。意外と難しそうって思ってる人も多いと思うんですけどめちゃくちゃ簡単なので安心してください。ペアリング手順はこんな感じ。一見結構難しそうに見えると思うんですけどこの作業は慣れると1分もかからないと思います。注意点としては RCN1 と RC プロを同時に電源オンしておくとリンクが競合することがありますので RCN1 の電源は切っておくことをお勧めです。一度ペアリングした後は次回からは電源を入れるだけで自動接続されます。これが本当に楽でして現場に着いたら RC プロの電源をオン、機体の電源をオン、それだけですぐにフライトできる状態になります。毎回アプリを起動してスマホを接続してみたいな手間が完全になくなりました。機体のファームウェアアップデートも RC プロ上で完結しますのでスマートフォンが不要というのが本当にすっきりしていて結構使いやすいです。はい、ではここで少し真面目な話をさせてください。ドローンって法律周りが結構大事なのでしっかりと理解して飛ばしてほしいんですね。ドローンに関する主な法律はこんな感じ。航空法では以下の空域での飛行が原則禁止とされています。飛行の方法によっても許可・承認が必要なケースもあります。2022年の法改正で 100g 以上のドローンは国土交通省への機体登録が義務化されました。僕が使っている DJI Mavic3 クラシックも当然この対象になりますので僕もちゃんと登録をして飛ばしています。まだ機体登録が未登録だよっていう人は今すぐに手続きしてください。また2022年12月からドローン国家資格制度が始まりました。仕事でドローンを飛ばすなら国家資格を持っておくと申請がスムーズになりますしクライアントへの信頼度も上がります。僕も業務で使う関係上申請や手続きには毎回しっかりと対応して飛ばしています。はい、では実際に飛ばしてみた映像を見ていきます。はい、それでは実際に飛ばしていきます。結構いいかもしんない。
操作感としては似てるけど結構繊細に動くなっていう風なイメージですね。これすげえいい。しかも電波もあまり乱れにくい感じがしますね。秀島を旋回すると電波がやや弱くはなりがちなんですけど、今1本消えましたね。でも復活するな。やっぱ DJI-RC よりも電波結構強いかもしれない。この辺でオレンジになりましたね。ちなみに今僕はですね、サングラスをかけて飛ばしていますので、機体はしっかり目視できています。めちゃくちゃ素直に動きますね。今これ見えますかね。僕のこの右側結構倒してるんですよね。これもカスタマイズができると思うんですけど、デフォルト状態だと結構倒さないとノーズインサークルは難しいですね。このプロポのバネの跳ね返りが意外と少なくて押し戻されてるっていう抵抗がないんですよね、指に。だから意外と疲れにくいかもしれない。実際に飛ばしてみた感想としてはこんな感じ。ホバリングの安定感なんですけど RCN1 の時とほぼ変わらないような感じです。実際の操作感としてはデュアルスプリング式スティックの恩恵で微調整がめちゃくちゃやりやすくなりました。実際の体感としてはパン操作を滑らかにかけたいとき RC プロは滑らかに動かすことができました。ディスプレイの話で言うと晴天の日中でも映像がはっきりと見えるのはやっぱり圧倒的な違いを感じました。これまでは目を細めながら画面を確認していたんですけど RC プロであれば安心して映像を確認しながら操縦することができます。一方で気になる点はこんな感じ。重量はおよそ 680g と RCN1 とスマートフォンを組み合わせた場合よりもやや重く、長時間フライト時の腕の疲れが出やすいです。バッテリーの駆動時間はおよそ3時間ということで、長時間のフライトでは充電管理が必要になってきます。そしてソフトウェアアップデートの保証が2026年の年末までということで、この部分にも注意が必要です。はい、では RC プロがおすすめな人をまとめるとこんな感じ。Mavic 3 Classic や Mavic 3 Air 2S を仕事で使っている人、飛行中の通話・通知の影響を排除したい人、逆にコスト重視でそれほど本格的な運用を求めていないユーザーや最新機体の O4 対応機を使っている方は RC Pro 2など別の選択肢を検討した方がいいかもしれません。はい、ということで今回は DJI RC Pro のレビューをお届けしました。正直に言うと今更 RC Pro って思ってた自分が恥ずかしいくらいめちゃくちゃいいプロポでした。仕事でドローンを使う人間にとってスマートフォンが不要になるというのはマジで大きいです。僕のように Mavic 3 Classic を使っていて RCN1 のちょっとした不満を感じている方、ぜひ RC Pro への乗り換えを検討してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ゆうでした。